今回は赤いキムチにも負けない美味しさの白キムチの作り方をご紹介します。辛いキムチが苦手な方、お子様でも食べられる旨味たっぷりのキムチです。前半では本格的な作り方を、後半では手軽に作れる方法をご紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。今回は白菜を1/4カット、1キロで作ります。今日はジッパー付き保存袋で漬けるので、あらかじめ用意しておきます。ジッパー付き保存袋ではない普通のビニール袋でも、ボウルや漬物容器で漬けていただいても大丈夫です。白菜は芯に切り込みを入れたら、その切り込みに指を入れ2つに割ります。こうすると包丁で切るよりも小さい葉っぱが飛び散りづらいので、後片付けが楽になります。今回は白菜を切らずにそのまま漬けていきます。外側の葉など土がついている場合があるので、さっと洗い流します。洗ったものは水気を切っておきましょう。下漬け用の塩を 25g 用意します。大さじ1と1/3でおおよそ 25g です。白菜の葉の間に1枚ずつ塩を振っていきます。茎の部分にしっかりと塗り込むのがポイントです。葉の部分は漬けているうちに水分が上がって自然に浸かるので、塩は控えめで問題ありません。塩をすり込んだ白菜は袋の中に入れておきます。白菜は冬場の健康管理に大切なビタミン C や β カロテンをはじめ、カリウムが余分なナトリウムを排出してくれたりと意外にも有効成分が多い野菜です。白キムチにすることで食卓に無理なく毎日取り入れやすいのも嬉しいポイントです。まだ塩が馴染んでいないと袋に入りにくいこともありますが、数分すると白菜がしんなりして自然と袋に収まるようになります。できる限り空気を抜いたら口を閉じましょう。この状態で1時間ほど置き、白菜の水分を出します。白菜から水分が出て袋に隙間ができてきたら、時々袋の空気を抜き直してあげると、よりスムーズに水分が抜けていきます。白菜を漬けている間に一緒に漬け込む野菜とヤンニョムの準備をします。今日はパプリカや小ネギ、大根を一緒に入れ、彩りのあるキムチにしたいと思います。ネギはニラでも良いですし、パプリカは人参でも大丈夫ですので、お好みの野菜を入れて作ってくださいね。大根の皮は使わないので、お味噌汁などに入れて活用してください。大根は細切りにします。切った野菜は別のボウルに移しておきます。パプリカは半分使います。約 70g でした。
大きいパプリカだったので4等分にしてから細切りにしました。小ネギは1束使います。3センチくらいの幅に切りましょう。赤パプリカも半分細切りにします。野菜が切り終わったので次はヤンニョムです。今回はブレンダーでヤンニョムを作りますが、ブレンダーやミキサーなどをお持ちでない方はすりおろし器ですってください。玉ねぎは1/4、生姜は1かけ 10g ほど、りんごは半分、皮ごと使うのでよく洗ってから切ります。梨やりんごジュースでも代用可能です。りんごジュースで代用するときは 50ml ほど入れてください。にんにくは 15g、 約大さじ1杯分入れます。本格的なキムチは網の塩辛などの魚介のうまみを加えることが多いですが、今回はナンプラーで代用します。ナンプラーを小さじ1、蜂蜜を小さじ半分入れます。お砂糖などで代用可能です。あとはペースト状になるまでよく混ぜるだけです。混ざったら先ほど切った野菜に入れて混ぜます。白菜をつけてから1時間経ちました。ボウルなどに白菜を出します。この袋はまた使いますが、洗わなくて大丈夫です。手で軽く白菜の水分を絞ります。白菜から出た水分は後で使うので取っておいてください。白菜を広げてヤンニョムを混ぜた野菜を挟んでいきます。茎の方に多めに敷き詰めます。葉の部分は具材を入れすぎると崩れやすいので少なめで大丈夫です。葉を広げながら重ねましょう。ヤンニョムにニンニクを使っているので手に匂いが移るのが気になる方は手袋をつけて作業してください。赤や黄色をバランスよく配置すると切った時に彩りのきれいな断面になります。
最後は外側の大きな葉で包み込みます。こうすることで少しはばらけるのを防げます。もう一つの白菜にも同じように野菜を挟んでいきます。最後に葉っぱを巻きつけます。袋に入れます。余った野菜も入れてしまいましょう。漬け汁も作ります。本場の白キムチでは下漬けの塩分が強いため、白菜から出た水分は捨てて別に塩水を作って漬け汁にします。ですが今回は白菜の旨味が溶け出した汁も生かしたかったので、塩分を控えめにして下漬けし、このまま漬け汁として使いたいと思います。ボウルにヤンニョムと野菜が少し余っているので、ここに白菜の水分を 50ml 入れます。昆布茶を小さじ1。普通の昆布で代用できます。昆布の場合は5センチ分くらいを刻んで入れてください。混ぜ終わったら白菜の袋の中に入れていきます。漬け汁をすべて入れたら袋の空気を抜いて口を閉じます。常温で1日ほど寝かせて自然な酸味が出るまで待ちたいと思います。夏場などに仕込む場合は冷蔵庫の野菜室に入れて2日ほど寝かせてください。1日経ちました。切ってみたいと思います。今は結構寒いので1日では発酵はしていないこともあると思いますが、1週間くらい経つと徐々に酸味が出てきます。酸味が出てくるまでは冷蔵庫の野菜室での保存で良いと思います。冷蔵室より野菜室の方が温度が高いので発酵が進みやすいです。白キムチの完成です。彩りが良く食欲をそそる仕上がりです。早速いただいてみます。白キムチは辛さがほとんどなく優しくてさっぱりした味わいです。唐辛子を使わない分、白菜の甘みやみずみずしさ、ニンニクや生姜、リンゴの自然な甘さが引き立ちます。発酵が進むとほんのり酸味が出てきて、辛くないのにコクがありご飯が進みます。七味唐辛子をかけても美味しいです。キムチは発酵が続く食品のため、はっきりとした消費期限はありませんが、美味しくいただける目安としてはおよそ1ヶ月ほどになります。冷蔵庫の温度によっても発酵の進み方は変わるため、保存期間はあくまで目安です。食べ終わった後に余った漬け汁はスープとして召し上がれます。水は150から200ミリほどプラス。新たに野菜を加えても良いと思います。今回はお豆腐と卵のスープにします。漬け汁には野菜のエキスや昆布の旨味がありますので、これ以上味付けしなくても美味しいスープになるんです。溶き卵を加えてさっと混ぜたら OK です。味見をして濃かったらお水を足すなどして調整してください。
ごま油を少量プラスすると中華スープになって、これもまた美味しいです。ほんのりニンニクも効いていてパンチのあるスープ。食材も漬け汁も丸ごと生かす無駄のない調理です。最後に最初から白菜を刻んで作る簡単バージョンをご紹介します。白菜は最初に塩漬けします。塩を入れて白菜になじませたら、水分が出るまで1時間ほど置きます。野菜を細切りにし、ヤンニョムを作ります。白菜の水分を絞ったら、切った野菜とヤンニョムを入れます。最後に昆布茶と白菜の水分を入れたらよく混ぜましょう。こちらは材料を袋に入れるだけで簡単に作れます。空気をしっかり抜いて口を閉じたら、常温で1日ほど寝かせます。重ねて作る白キムチのような華やかさはありませんが、簡単に作れますので、お好きな方で作ってみてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。